倉彩音です。この番組は私たち先輩後輩コンビがチオ&ジプラスの時間をちょっとだけお借りしてお続けするハイテンショントーク番組です。バレンタインですか？バレンタインだからですか？どうしたねえ、パイセン、私たちにケーキ作ってきてくれるって言ってたのになんで持ってきてくれてないんですか？収録日的にまだまだでしょ。まだじゃあ来週作ってくるから。先週持ってくるって言ってたのを来週にするって言って、まあ楽しみにしてきたのになんで来週に。ごめん、ちょっとバタバタしてて。今週食べれると思って何も食べてこないで来たのに。ごめん、ちょっと。ごめんね、昨日の夜。うどんしか今日食べてない。食ってんじゃねえかよ。今何も食ってないっつったのに、うどん食ってんじゃねえかよ。私何も食べてねえぞ。パイセンのケーキの分はお腹開けておいたんですけど、どうしてくれるんですか？何？私、あなたの胃袋まで管理することになったのね。さくらさんの、あれじゃな、仕事関連だけじゃなくて、私、さくらさんの胃袋までコントロールしなきゃいけないの？てめえ、クソめんどくさいな。だから嫌なんだよ。だって持ってくるって言ってくれてたじゃないですか。写メまで送ってくれて、これ今度持っていくからねって。だからその瞬間に私、ジュルリって送ったじゃないですか。ジュルリって文字でつけて送ったじゃないですか。ごめん、あれ、別件で、カタカタしない別件で、トネくんに会って、トネくんにあげちゃった。そう、トネさんから、この間ローソンからなんかケーキみたいなのもらってさって聞いて、そう、私今度の何曜日に収録の時にもらうつもりなんですよ。だから楽しみにしてるんですよっていう話までしてたんですよ。だからもうその時から私のお腹は準備万端で、何曜日の何時からはお腹ちょっと開けとこうっていう準備までしていたというのに、この仕打ちですよ。本当？だって言ってくれないね。ちゃんこさんもね、断食してましたもんね、昨日からね。お腹壊しだよ。お腹壊しだね。ごめん。だから、まだだから、これだって今日まだまだ、これからっていうところでしょ？この、何？もうこれオンエア的には、もうあさってですか？さってか。だから次の収録の時には、なんか近いでしょ？そうですね。だからめっちゃ近いから、その時には、じゃあ、何食べたい？そのケーキがいい？でもあのケーキの写メがすごい美味しそうだったんですよ。LINE で送られてきた。これ作ろうと思ってんだ、持っていくねって言って送られた。あれがめっちゃ美味しそうだったから。本当に？じゃあ、もう一回あれを。あと何のレパートリーがあるんですか？あと、なんか、まだ、どうしようかなって思ってるのは、チーズケーキか。それもいいですね。本当？でもあんまりさ、プリンとかそういうのじゃないの？プリンもいいですね。本当？でも家に結構チョコレート余ってて。そのチョコがいいですね。さくらさんも何か作ってる？私お菓子作るの割と得意ですよ。交換するの？でも毎年さ、ほら、みんなバレンタインデーにさ、ここをあげたりしてんじゃん？そうでしたっけ？そうでしたっけ？買ってね。毎年。そう、買ってね。そうですね。だから、じゃあ今年作る？葵ちゃんがやってって顔してるけど嘘、私もみたいな顔してるけれども。私も？じゃあ全員。ちゃんこさんも。ちゃんこさんもですね。で、友チョコみたいな感じにする？じゃあみんな作ってきて、披露する？これやばいよ。やばいことになってきたよ。やばいことになって。来週やばいよ。そしたら、これね、来週、だって前日の夜とかに作って、お昼に持ってこなきゃ。じゃあ、これ来週みんなで作ってきた。朝早いから、だから前日の夜から準備しなきゃいけないよね。そう、冷蔵庫入れて、つって。で、持ってきて、みんなでここで披露するみたいな。それ来週やります。披露大会来週やりたいと思います。時間あるかな？皆さんは、これちょうどオンエア的にあさってなので、前日ぜひね、もう今から準備して、前日楽しみにバレンタインデーをね、仕事てっぺん超えちゃったらちょっと難しいかな。過ごしていただけたらなと思います。ということで本日も30分。ちょっと次回よろしいですか？やはり、さくらの、ちょっと次回よろしいですか？改めまして、はりさゆりです。さくらえねです。さあ、
では、メールを読みます。はい。こちらが、はいパイセンアイドルちょろいです。はい、ちょろいです。ラジオネーム、SNOW です。はい。先日ツイッターのトレンドに、8000という数字が上がってたので見てみると、なんと、2月4日に富士先輩宛てに8000個のチョコが届いたそうではありませんか。2月4日で語呂が富士で8000だから、富士屋の語呂合わせで、ルックが8000個届いたという話や、跡部様にはゴディバを1万個送ろうなどといった競争めいたことまで書いてあり、戦々恐々しました。パイセンは児童ともに認めるテニプリストのはずです。テニプリストなの私。このニュースどう思いますかということで、8000個富士先輩宛てに富士屋のルックが届いたと。で、跡部様が1位じゃないのかと。これはまずいぞと。毎年1位だったんですか、跡部様が。跡部様がまあ1位。跡部さんってそんなにすごいんですね。お前バカにしてんのか。違いますよ。何個届いてたんですか、そもそも。例年例年でも8000とか。あ、例年で8000。あ、じゃあその例年の8000を一人が藤井先輩宛てに送っちゃった。一人かわかんないよ。連名みたいな感じだと思うけど。なるほど。いやでも、これ、まずいわね。まずいんすか。まだ2日あるから。え？あ、14日締め切りってことですか。じゃないの？そうなんだ。でもどうなんだろうね。だってさ、その、なんていうの、私ももちろんキャラクターすごい好きだけど、漫画のキャラクターとかに対してチョコレートを送っても、じゃあそれ食すのどちらさんっていう。編集部の方々が、まあ、先生はもちろんだと思うけど、そうですね。編集部の方々が毎年この時期にチョコレート、他のキャラにも来るわけだから、満単位でしょきっと。そうでしょうね。それはちょっとお体によろしくないんじゃないかなって思うしね。そうなんですね。難しいよね。多分自分がこれだけ好きなんですっていう気持ちをこれで表してるんだろうけど。どうなんですかね。これはでも公式としては認めていて、個数を数えているってことは、まあいわば公式さんがもっともっとみたいな。まあ、追ってるってことはあるよね。だってランキングだとかやってるもんね。あ、そうなんだ。でもほら、片や歌プリはあんまりチョコとかそういうの送んないでくださいっていうのがあるらしいですね。そうね、私はどっちかというと、歌プリよりかな。私も考え的には歌プリよりですけど。別に悪いことじゃないと思うけど、あ、チョコ型の手紙ね。そうよね。それこそ私はお手紙を書くとかそういうのがいいと思うわ。それ誰が読むんですか？編集部の方々がこんだけこのキャラを愛してくださってる人がいるんだって。一人一通ね。その一人でさ、チョコレート何個もとかじゃなくて、一人一通お手紙書けばいいんじゃないの？そっか、そうなんですね。なんかだって、藤屋もいい迷惑よね、この時期買い占めみたいな感じでね。まあね、藤屋的には儲かっていいかもしれないけれども。いいんじゃないですか？だってそのチョコ。行く末が気になりますね。スタッフが美味しくいただきました？本当に？大丈夫です、そこは。自信を持って。何万っていうあれを。そこは信じましょう。そうね。そうですよ。まあでも、迷惑がかからない程度にあれしたらよろしいんじゃないかなと思いますけれども。公式がって数を数えてる時点で、まあ見越しているわけですから。それもどうなのかなって思うけどね、ちょっと。まあね。でも、まあでも一大イベントだからね。楽しいのであれば、ほどほどに頑張ってください。応援してます。よろしいのではないのでしょうか。じゃあ次。矢作さん、桜さん、ちょっとお時間よろしいでしょうか。はい。あると申します。あるさん。はい。ARU さんですね。今度、友人が結婚することになりました。おめでとう。私は結婚式に参加することになったのです。おめでとう。おめでとう。私はその結婚式に参加することになったのですが、私は27にもなりながら、結婚式に参加したことがありません。そこで高い女子力を誇る矢作さんと桜さんに結婚式で気をつけることをお聞きしたいのです。女性と男では勝手が違うとは思うのですがよろしくお願いします。割とガチで悩んでいます。例としてご祝儀はいくらかなど。私もまだ結婚式はちっちゃい頃にリングピローをやったぐらいしか参加経験がないので。まあご祝儀なんかはきっとね、中学とか高校のお友達でしょ？だからグループで呼ばれてるはずだから、一緒に行く人たちと合わせて全員同じ額にする。あと割り切れる数はダメだから。そうだ、そうですね。まあでも年齢、27だったら3万が妥当かな。そうなんだ。3ぐらいかな。あとはその人との付き合いとか、
その、立ち位置にもよりますね。立ち位置によるか、同級生なのか、うんその会社の先輩なのかとかそういう立場にもよるけど、結婚式そうかかなあとは何が必要？昼夜のドレスコードね。ドレスコードまあ、特に、ドレスコードだ。夜は大事なの。女子の場合はね、でもこの人男性だからさ、スーツ。まあ、でもね、今緩くなってる。昔ほどお堅くないから、昔はさ、その、なんていうの、昼間は絶対に女性の場合肩出しちゃいけないとか、膝下のスカートでとか、あと白がダメとか。そうね、ヒールでとか、なんかいろいろあったけど、今ね、実際行ってみると、まあもちろん私は一応そういうのをわきまえて、肩ももちろん出さないし、スカートも極端に短くない、もう膝、夜は、そうそう。夜は華やかな方がいいから、そうなんですか？そうそう、イブニングドレスとか華やかな方がいいから、あれだけど、極端に短いからミニスカートみたいなドレスの人はさすがにいないよ。若い子はいるよ。いるんですか？いる。それはありなんですか？まあ注意はされないかなって、あの人短いとは多分思われるけど、ちょっとそれダメだよとかは言われないかな。あくまでもドレスコードであって強制のものではないと。そう。男性はどうなんですかね？男性だとまあネクタイとか、そういうことなんじゃないかな。そっか。男性でダメな服っていうのはあるんですかね？避けた方がいい服？パーカーとか。いやでもさ、男性でパーカーとかそういうみんなスーツだよ、やっぱり。普通にスーツ着てくれば男の人は大丈夫でしょ。大変だな、いろいろ気をつけなきゃいけないことが多いんですね。スピーチとかは、やっぱり考えて、私スピーチしたからさ。そうでしたよね。考えたよ。泣いちゃって全然喋れなかったけど。ハンカチとか。そういうのはちゃんと持ってた方がいいよ。そこでこう、泣いてる女性に差し出すためのハンカチとか持っといた方がいいんじゃないですか？それはちょっとわからない。なんでですか？そこからなんか始まるかもしれないじゃないですか。ハンカチはでもほらみんな持ってるから。いやでもこう、あれみたいな。バーッて、あれなんかハンカチないみたいな時に、お嬢さんどうぞって言って、そうね。差し出すとか。そうね。まあそれは、それいるんじゃないですか？スマートさみたいなのは欲しいわね。そうだ。スマートさ。まあ男の人だとあんまりないと思うけど、あんまりつかないと思うけど、女子だと泣いちゃうと化粧が崩れるので、ちっちゃめなその時に、化粧崩れてるよって言って。やめろ。触んじゃねえよ。だから化粧道具とか、化粧道具持っていった方がいいじゃないですか。じゃあもうこの辺にいっぱい刺してくれよ。ブラシ。いや、背広バッて開けたらここにバーッうわーって近寄りたくない。化粧品もしっかりお祝いしてあげてください。もういけるかな？いけますね。はい、パイセンネルチョロイです。レモンヌと申します。いきなりですが、今度男友達の家に遊びに行くことになりました。理解できていないと思われるさくらさんのために経緯を説明しますと、彼は大学生で、私は社会人。私は仕事の都合で休みが平日しか取れません。しかも連休がないのです。前から遊びたいねとお互い、彼は知りませんが、軽い気持ちで話していました。ある日の LINE で、冗談で、家に行ってもいいと送ったところ、いいよ、模様替えした、いつ来ると返事。予想外です。私は休みは引きこもってアニメ三昧。天気のいい日に至っては太陽に向かって、いい天気にしやがって嘲笑ってんだろうと顔を飛ばす日々。どうすればいいですか？また何して遊べばいいのでしょう？助けてください。お願いします。ということで。付き合ってますよね。付き合ってますよね。付き合ってない。男友達。これ男友達じゃないよ。なんで？意味がわかんない。彼女が彼のことを気になってるのかとか、そういうことがあんまり書かれていないから、あれだけど、まあでも家に行っていいって言ってるんだから、レモンヌさんはちょっと彼に好意があるのかな？かな？なんで家に行ってもいいって聞いたんですかね？なんかアニメとか DVD とか。じゃあ好きなのかな？アニメとかが好きなんだったら、アニメの話したり、一緒にアニメ見たりとか、っていうのがいいんじゃないの？そうじゃなければ、普通にゲームしたりとか、なんか一緒にできることっていろいろあるじゃない？なんで家に？スゴロクでもしたら？ツイスターゲームとか。なんで接触したいの？ちょっとごめんね。ちょっとみんなごめんね。ツイスターゲーム好きです。触りたいの？ツイスターしたいの？なんか。
私ツイスターゲーム好きです。ちょっとエアついて今ちょっと。エアツイスター。いくよー。マジでトゥルルルルルドン。赤、右手。黄色、左手。トゥルルルルルル。左足、青。今度お前だろ。左足、赤。で、さくらさんがやるんだよ、今度。そうだよ、二人で。ツイスターゲームって二人で。それツイスターゲームじゃない。一人ツイスター？それ何？ボッチスターじゃん、それ。ツイスターじゃない。それボッチスターだよ。あれツイスターゲームの遊び方って、どう？二人で、やって、だから例えばさくらさんがこうパッパって手ついてたらすんじゃん。したらもう一人が今度、こうなったりして、みたいな。そういうゲームだよ。さくらさん、そういうゲームだよ。私の知ってるツイスターゲームじゃない。それはボッチスターゲームだから。ツイスターゲームじゃない。嘘。ボッチスターでしょ。やだ。違う。だからさくらさんがやるツイスターゲームは、ボッチスターゲームって言うんだ。じゃあ二人でボッチスターゲームやればいいんじゃない？それはツイスターなの。それはだから、そういうのね、じゃあさくらさんが言うから、ツイスターゲームやってね、イチャコラチュッチュしたらいいんじゃないですかね。どうぞ楽しんでください。なんかおかしいなぁ。私は知ってる。はい。はい。というわけで、たくさんのお便りありがとうございました。ボッチスターゲーム。感想、私たちに聞きたいことなどまだまだお待ちしております。矢作、さくらの、ちょっとお時間よろしいですか？平成田舎合戦このコーナーではリスナーの皆さんからポンポコに出てくるようなのどかな田舎でのあるあるネタを送ってきてもらい、都会とのギャップを楽しんでいきます。ちょっと音楽がないからちょっとわかんない、ずれてるかもしれないから。今どの辺だろう。はい、出して OK でーす。一応叩いといて。さあ、ここでリスナーの皆さんに、ちょっとお知らせをしなくてはならないことがありますので、心して聞いてください。なんでポンポコで言うんだっていう感じなんですけれども、ポンポコといえばですね、私とマサ様しかですね、田舎経験がなく、あんまりネタをね分かってくれる人がいなくて、二人で孤軍奮闘していたわけなんですけれども、なんとマサ様、田舎に帰ってしまいました。ありがとうございました。なんか何もなく、こう送り出しとかなくあれなんですけれども、マサ様に栄光あれ。ちょっとまあね、いろいろあるから、いろいろあるから、忙しいから、忙しいから、周り急だったので、発表がポンポコです。なんでポンポコで発表なんですか？なんでポンポコのコーナーで発表するのかわからないんですけれども、というわけでマサ様のコーナーでしたからね。今までありがとうございました。ありがとうございました、マサ様。というわけで、それに伴いまして、この番組、矢作さくらのちょっとお時間よろしいですか？番組のディレクターを、葵ちゃんが担当することになりました。ディレクター AD からディレクターに昇格いたしました。 A が取れた。ちょっとメンバー一人抜け少なくなりますけれども、他のメンバーは、うちはかなり人数多い方なので、スタッフ、このメンバーでね、他のメンバーは変わってないので、今後とも頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ポンポコ。ポンポコ。以上、お知らせのお知らせ、ポンポコでした。というわけで、パイセンが一人でこのコーナー頑張っていきたいと今後思いますので、ではメールの方を。そうですね。じゃあ気合を入れて読んでいきたいと思います。お願いします。トレパンさんです。はい。宅配ピザの宅配対象地域から漏れている。漏れている。漏れてるっていうか、そうですね。宅配されない？ピザは、なんていうの？宅配はないんですよ。どうやって食べるんですか、ピザ？お店に行って食べます、ピザは。お店、都心はあるの？田舎の都心。田舎の都心って何？田舎に都心の今のよくわかんなかった。田舎にあるのは町。町の中にもね、でも宅配ピザ作ったりするんですか、じゃあ。ピザ。お家で作ったりとか、でもさ、青森にいたから、寒いから全然オーブン温まんないのね。冬場に作ろうと思うと、なんかやっぱ室温とかも関係あるじゃない？ケーキとか何作るにしても。だから、考えてみれば青森にいた時、
まあ、ケーキ成功した試しがないわ。スポンジ膨らまないのね。文明の力が寒さに負ける。まあ昔はね、あんまりいいオーブンじゃなかったからさ、今ほど。そうなんですね。基本宅配っていうものは利用しなないい。ねえ。近所にあった個人経営の中華店が、出前みたいなやってたから、うんうん、近所の個人経営の中華店とかには電話して、来てくれて。なるほど。そう、それぐらいかな。なんですね。そう。チェーン店はね、田舎にチェーン店作ろうと思わないでしょ？あ、そうなのかな。個人経営のお店が、だからすごい幅利かしだよね。ブイブイ。ちょっと言い方悪いな。幅利かしてた。ちょっと言い方悪いな。個人経営のお店が頑張ってた。無双してた。無双だ。そう、無双だった。個人経営って無双だった。そう、ライバルいないから、それも分かってたと思うよ。ドッキン法を引っかかるぐらい頑張ってた。ね。じゃあ、なるほど。次いきますかね。じゃあ次、素敵フィンガーさんです。はい。異常に料金の安い個人経営のカラオケ店がある。なんで、って言う、何がなの？個人経営でカラオケって出せるんですか？ある。何部屋ある？全然ある。何部屋っていうか、なんていうの？スナック？いや、スナックって言うんじゃないんだよね。なんていうの？プレハブみたいな。でもあるでしょ、今でも。プレハブみたいな。そう。別？受付みたいなのが、なんていうの？例えば遊園地の窓口みたいな、ああいう感じで、鍵みたいなのがあって、プレハブの鍵開けて、だからすごい音漏れとかするんだよ。音漏れとかするけれども、カラオケとして機能してるんですか？でも、プレハブだから。立ってるから一応。何棟か。そう。バンガローみたいな。そう。コテージみたいな。そういう感じよ。超リッチじゃないですか。平屋ね。平屋っていうか、そういうのが。バンガローですよね。連なってんのよ。でも、どこにでもあると思う。多分ちょっと、あれよ。いや。群馬とか、その辺とか。なんで群馬出したの？群馬とか。偏見ありますよ、パイセン。いや、ごめんね。群馬とか。あと、なんで群馬？千葉にもあった。千葉にもあった。私見たことないな。それはあなたがずっと東京だからでしょ？そうですけど。ずっと東京の都会っ子のもやしもんだからね。すごいディスりですけど、都会っ子バカにしてません？あともやしもん別ですしね。違う、もやしっ子とかもやしもんって言わない？もやしもん？カモスズのやつですか？違うよ。もやしみたいなやつとかもやしものって言わない？もやしっ子とかもやしものって言わない？言うよね。びっくりした。びっくりしちゃった。カラオケ店か。私よく言われたもん、都会から来たもやしっ子って。青森に引っ越ししたばっかりの頃。そうか。まあ細いですね。言われた。もうそれが休み時間になると、やはりドッジボールしようぜって誘われるようになったからね。すごい。馴染んだもんよね、私は。思い出話みたいな。次、ちくりんさんです。はい。東京に行ったことがある。近所にスタバがある。が、一つのステータス。これはそうでしょ。これあれだ。月曜から夜更かしでやってたやつだ。スタバが、鳥取島根問題。鳥取だか島根だか、どっちかがスタバができて、どっちかはスタバがないっていうので、俺はあっちの県と違ってスタバができたみたいなステータスになってねえ、そのさ、スタバの話ちょっとしたいんだけど、いい？ねえ、23区内でさ、スタバない区があるのね。どこですか？江戸川区ってスタバないんだって。そうなんですか？スタバってさ、どの辺にあるんだろうと思って、調べたの。仕事で行った先でさ、近くにスタバあったら、スタバで時間潰したいなとか、コーヒー飲みたいなって時に、したらさ、びっくりしちゃった。江戸川区って、スタバないんだって。なんでハブられてんの？ 23 区内で、ハブられてる。土地じゃない、高いんですよ、きっと。だって、わかる？江戸川区って、千葉の隣だよ。千葉との境目らへんよ。ないんだって。コーヒーショップってそんなに大事？そうですよ。スタバだけじゃないでしょ、別に。家で飲めばいいし、作ればいいし、あと、他にも素敵なタリーズとかね。いや、もちろん、タリーズとかドトールも行くよ。お世話になる。けれども、どれかがあればいいじゃないですか。でも、なんていうの？なぜそこまでスタバにこだわるのか。別にスタバにこだわっ
ってない。私はコーヒーが飲みたいから。コーヒーショップが必要。そう、だし、多分スタバっていうと、イコール、都会にあるみたいなイメージなんだと思う。田舎からすると。そうですかね。ドトールとかタリーズよりも、コーヒーショップって言ったらスタバっていうのが来るから、そうそうそう、海外からっていうのもあるし、だと思うよ。だって私ミニストップができた時で大喜びだったからね。ミニストップって店内でハロハロ食えんだよ。ハロハロハロって何？あとベルギーチョコソフトですよね。そう。やば。食べるとこある。やばみたいな。今でも逆にハロハロ見つけるとラッキーってなりません？確かに。そうですね。みんなあんま食べないよね、ハロハロね。ハロハロ。いや、すごい懐かしい気分になりました。けど、もうそれぐらいなわけよ。あと東京に行ったらとりあえず自慢はしてたよね。私行ったことなかった、なかったから。そうですか。そういうもんよね。そんなところにこだわらなくてもと思っちゃいますけどね。田舎はやっぱり羨ましいのよ。繁華街が。繁華街って言い方したけど。ということでこんな感じで田舎あるあるネタまだまだお待ちしております。以上、平成田舎合戦ポンポコでした。お送りしてきました。矢作さくらのちょっとお時間よろしいですか？そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんから普通た番組の感想、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。宛先は、おはがきの場合、郵便番号 105-8000 に、文化放送超 A&G プラス、矢作さくらのちょっとお時間よろしいですか？メールの場合は、すべて小文字で、お時間、@JOQR.net、お時間、@JOQR.net、お時間の通りは OJIKN です。コーナー紹介は番組ブログにありますので、そちらを参照してください。というわけで、本日の放送、いかがでしたでしょうか？手に見る？外うるさかったからさ、大きめ喋ってた。そう、ちゃんとね、聞こえるよ。皆さんにお届けできるよね。というわけで、来週は、さくらさんが手作りのバレンタイン。ね、なんで違うでしょ？で、来てくれます。来週は、ライジングをやります。こっちですよ、書いてあるの。そういえば、バレンタイン。この前のオンエアに、ライジングの予告編が、なんかついたらしいね。なんか、おばあさんが何か戦うのを。なんか、そう、私なんか、普通にオンエア見てたら、あれと思って、なんか急にね、予告編が始まって、みたいな、超びっくりしたよね。そう、なんかでも、おばあさんってなりましたけど。そうだよね、なんか、いつだったのどうなっちゃうんだろう。すごい、なんかね、時が胸胸だよね。だから、で、来週、ライジングおばあさんをやるらしいので、皆さん楽しみにしてください。久しぶりですね。あとですね、個人経営のカラオケ店情報、なんか引き続きちょっと募集したいと思う。なんか分かってもらえなかったから募集したいと思います。で、さらにですね、再来週のオンエアでは、新コーナー祭りを予定しておりますので、ちゃんこの深夜テンションに任せたいと思います。お楽しみに。というわけで今日はこの辺でお別れのお時間です。お相手は私、萩さゆりと、桜ゆねでした。来週もこのお時間にお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。